れガラス洗ったことありますか？ダストまみれでまあ汚らしいいやらしい光り方をしております。オープン。よいしょ。なんか滲んでおります。めちゃくちゃ減ってます。ガボン。故障なし、故障なし、故障なし。おはようございます。今回はこちらメルセデス・ベンツ W205C180 アバンギャルドですね。俗に言う C クラスってやつです。大手中古車チェーンのガリバーで買ってきました。車両価格なんと189万円、走行距離が8万キロ、8年落ちの車になっております。パッと見もね現行とほとんど変わらないこの W205 なんですけど、まさかの200万切りとめちゃくちゃ安いんですけど、元外車ディーラー整備士の僕がね、実際どんなもんなのかっていうのを詳しく見ていこうと思います。隅から隅までね、徹底的にチェックします。この動画1本で内装外装はもちろんね、後で車上げまして、ホイールも外して下回りまでちゃんと見ます。そのついでにダストが出まくるね、外車のね、純正ブレーキ交換するところまで行きます。ここまで濃ゆい内容の動画をね、1本にまとめちゃうのはこのチャンネルぐらいなんで、気になる方はね、ぜひ今のうちにチャンネル登録していってください。ということでね、早速見ていきましょう。まずは外装からですね。パッとね見てもらったらわかると思うんですけど、汚いです。非常にハートマークもついております。で一番ねちょっとひでえなって思ってるのがこのガラスですね。ワイパーの通るとこはいいんですけど、ここねワイパーが通らないところ、水染みやら水垢やら、油膜やらが堆積してもう色が変わっちゃってるんですよ。これガラス洗ったことありますかってぐらい汚いんですね。これは安かったんでしょうがないとして、ボディもですね非常に汚らしいです。今結構ねホコリが乗っちゃってて見えないんですけど、この下にね細かい傷だったり水染みなんかも大量についております。ガラスもボディもね非常に汚らしいんですけど、これねなんでこんなに汚いかっていうと、車屋さんにね洗車しないでくれとわざわざ頼みました。納車前洗車なしのオプションですね。今度ねがっつり洗車する動画も撮りますんで、できるだけ汚い状態から綺麗にした方が動画映えするんでね、はい、そのために今育てております。このガビガビのね C クラスがピカピカになるのを見たい方もね、今のうちにチャンネル登録をしておいてください。ボディはいいとして次ホイールですね。ダストまみれで汚らしいアーマーゲーのホイールでございます。以前上げたねW204 の動画でコメントが大盛り上がりしましたんで、もう一回こすります。はい、アーマーゲーのホイールです。このホイールねいいのか悪いのかはね分かりません。デザインとか見た目なんてねその人の感覚でしかないですからね、はい、好きな人は好きでしょう。こういうホイールね、嫌だったら交換すりゃいいんですよ。とこのアーマーゲーなんですけど、メルセデス・ベンツ・ジャパンが言うには、正しくは AMG みたいなんで、ここ日本では AMG が正しい読み方になります。じゃあ本国ドイツでは何て呼ばれてるのかっていうと AMG です。前コメントで AMG が正しい発音ですよって言ってる人いたんですけど、一体どこの国の話をしてるんでしょうね。ここ日本では AMG が正しい発音となっております。あとね、前回あげました204のタイヤは銘柄がバラバラだったんですけど、今回はねちゃんとしたお店、ガリバーで買っておりますんで、グッドイヤーのまともなタイヤがついております。イーグルアイズエグゼですかな。はい、あれ後ろ銘柄が違いますね。イーグルレブスペック RS02 っていうのになってる。おやおやまた様子がおかしいぞ。リアはレブスペックでフロントがこのアイズエグゼってやつっぽいですね。ベンツ乗ってる人って前後タイヤを銘柄違うやつにする傾向があるんですかね。何なんでしょうね。あとヘッドライト、純正の LED ですかね。これはかなりいい感じのヘッドライトになっております。壊れたら高そうですね。リアビューはですねパッと見最近のベンツやなといった印象でございます。はい、今回の動画はですねデザインとかそういう話じゃなくて、200万切ってるベンツの状態はどうなんだいっていう動画ですんで、形がどうのこうのとかはなしです。はい、そういうのは自動車ジャーナリスト様の動画をご覧になってください。外装はこのぐらいですかね。お次はね、車をガレージの中に入れまして、内装と、ホイール外して足回り下回りの方を見ていきましょう。
ということでね、ガレージの中にやってまいりました。先に内装からね見ていきましょうか。特にね、僕から言うことはないです。最近のベンツっぽい内装っていう感じですかね。なんかこの辺もねアルミしててとっても綺麗になっております。それからねこじゃれたスピーカーもついております。吹き出し口もねなんかこじゃれております。まあ、さっきもね見てもらったと思うんですけど、エンジンね普通にかかります。普通にかかります。はい、普通の車です。この辺は注文が多いなこの車は。メーター周りもねかなり最近の車っぽい感じになっております。ステアリングも、なんかアルミっぽい装飾とボタンがいっぱいついてて、3ポインテッドスターですね。はい、エンジンのねスタートストップスイッチがあって、これ外車特有のねライトスイッチですね。オフがもうなくなったんか。これライトのオフがありませんね。オートとロービームしかない。だいたいこのレバー引っ張ってフォグだったんですけど、ボタンが別でついております。これねサイドブレーキのレバーです。押したらウィーンっていってサイドブレーキが効きます。でブレーキ踏んでこれ引っ張ったら解除ですね。はい、これ204もそうだったんですけど、足踏み式のサイドブレーキのやつってここにねでっかいレバーがついてて、引っ張ったらバコっていって解除されてたんで、それの名残でしょうね。サイドブレーキって聞くとねやっぱ引いたらロックっていうイメージありますけど、これ押したらロックです。ちょっと馴染みがないですね僕にはね。はい、こんな高級車乗りませんので普段で。その他内装はですね革かアルミか木目がほとんどです。この辺もねちゃんと革張りですよ。縫い跡までピタッと出てますね。あと上ですね。はい、やっぱりライトがついてます。これパカッて開けたらつきますね。優しい光ね。これ、読書灯でございます。このミラーの下のこのランプが光ります。はい、車の中で本読むなんてどんな生活してんだって感じですけど、はい、これね助手席にももちろんついております。はい、すごいですね。でこれ後ろかな。はい、後ろのランプがつきますね。ふわーっと空間が照らされております。エアコンの操作盤もなんか洒落た感じになっております。でこれ時計、アナログの時計がついてるのはね高級車だけですからね。そんな高級車が今やね100万円台で買えるっていうね。ドアもこんな感じ。シートはもちろん革でございます。100万円台の割には内装も綺麗なんじゃないかなと思います。204よりはめちゃくちゃ高そうな感じですね。まあ当たり前なんですけど、なんか高そうって感じです。そんなとこかな内装は。まあベンツはベンツであるという感じですね。高そうなドアの閉まり方をしますね。ヘッドライトいやらしい光り方をしております。ウインカーもねとっても見やすそうです。流れはしないんか。そんな無駄な機能ねつけなくたっていいんですよ。本当に光ってりゃいいものを自分から見えないのにわざわざ流す必要はありません。潔くて良いです。後ろもこんな感じですね。はい、もうパッと見本当に現行とほぼ変わらない見た目でございます。でちゃんとつきます。ミラーウインカーも点灯しております。でねこの車はですね、フォグランプがパッと見ついてるようには見えないんですけど、フォグのボタンがありましたな。ちょっと押してみましょう。はい、フォグのボタンをピッと押しますと、おー、なんだこれ、中が動いてるんですかね。光軸が変わっておりますこれオフですね。これオンです。ヘッドライトの中身動かすとぶっ壊れそうですね。はい、内装外装はこのぐらいでいいですかね。ライトもねちゃんとつきますし、もうデザインに関してはね僕から言うことはありませんので、次はボンネットね開けて中見ていきましょう。はい、オープン。よいしょ。はい、樹脂カバーまみれの、外車っぽいエンジンですね。でなんかね多分直噴エンジンなんですけど、音がディーゼルっぽいです。カリカリいってます。W204 もそうだったんですけど、なんかそんな感じしますね。はい。で、ベンツといえばこちらですね。ボンネットロックを解除してあげると90度ね開きます。はい、とても整備性の良さそうな角度まで勝ち上がります。上から光が入ってね動画の撮影もやりやすいんですよ。素晴らしいです。ということでねちょろちょろっと見ていきましょう。
今回はですね、年式がまだ8年落ちなんで詳しくは見ません。エンジンルームとかはね、多分まだ全然大丈夫でしょう。樹脂カバーを取りまして、オイル漏れとかね、その辺をサラサラーっと見ていきます。はい、パッと見はオイルが漏れてるように見えないというか、何も見えませんね。はい、ごっちゃごっちゃしております。さすがにこれをね、むき出しにしとくのはね、心苦しかったんでしょう。ベンツさんもね、はい、だからカバーがついてるんでしょう、多分。直列4気筒エンジンですね。はい、コイルが4つついております。でこちらね、なんか、ブリキの弁当箱みたいなのついてるんですけど、これは水冷インタークーラーですかね、多分ね。かなり贅沢なエンジンとなっておりますな。でクーラントのリザーバータンクですね。はい、外から量が確認できません。真っ黒でございます。これ多分オーナーがちらっと見て減ってんだけど増えてんだけどとか、そういうクレームをなくすためでしょうね。はい、いらん心配はすんなと、黙って乗っとけっていうベンツからのメッセージだと思います。ウォッシャー液の蓋はギリギリ外に出てるんだね。エアコンのね、点検のバルブのところもカバーがかかっております。もうひたすら触らせたくない意志を感じますね。一応エアクリーナーだけ見ときましょうかね。カバーをね、外していきます。よいしょ。はい、どうでしょうか。まあ汚いけど別に交換時期って感じではなさそうですね。めっちゃ溜まってる。一応これね、ガリバーの納車整備付きで買ったんですけど、ガリバーが信用ないからこれやってるわけじゃないですよ。はい、動画のためにね、こうやって外して皆様に見せております。多分このリブのとこがね、ちょっとひん曲がってるんですけど、これはなんだ、もともとこんななってんのか、ミステク見つけたのかちょっと謎ですけどね。多分ミスってますねこれね。ガリバーじゃないとは思いますけど、納車整備の時にね、破ろしてたらここまでこういうの溜まってないと思いますんでね。はい、何も触ってないんでしょう、この辺は。戻します。はい、お次はね、ブレーキフルードの量でも見ていきましょうかね。はい、これがリザーバータンクです。ブレーキ関係って大体こういうマークになってるそうですけど、わざわざカバーつけてね、絶対に見せない、触らせないような努力をされております。はい、これはメーカーからの DIY すんじゃねえぞっていうメッセージですね。ベンツに乗っててね DIY するような人多分いないと思うんですけど、どうでしょうか。入ってますね、ちゃんとね。マックスよりちょっと下ぐらいかな。はい、入っております。で色もね、そこまで悪いようには見えません。はい、こんな感じね。まだクリアを保っております。はい、キャップつけて蓋をね戻しちゃいましょう。はい、でバッテリーもね、この下に入ってるんですけど、絶対にお前らには触らせねえぞっていう強い意志を感じます。工具なしでね取れるようにはなってるんですけどね、つまみをグリグリグリっと回していったら、このカバーがガボッと取れるはずです。はい、今回はね、エンジンも普通にかかりますし、めんどくさいんでバッテリーの方は見ません。エンジンルームはこのぐらいにしといて、いよいよ車を上げて下回り足回り見ていきましょうかね。車を上げました。はい、今からね下回り見ていくんですけど、このごっついアンダーカバーね外していきます。1、2、3枚ね、でっかいアンダーカバーが取れましたんで、下潜って見ていきましょう。はい、前側からねいきます。はい、ラジエーターとラジエーターファンですね。はい、特に水が漏れた跡などもなく綺麗です。もしかしてこれドレーンちゃんとついてんだ。優しいっすね。はい、どんどん後ろ行きましょう。メルセデス・ベンツ純正の多分ベルトですね。はい、針は別に普通です。多分オートテンショナーですね。こんぐらいの年式になってくると。表側が見えないな。泣いてもないですし別にいいでしょう。裏側もひびは入っておりません。はい、こちらパワーステユニットですね。なんか滲んでおります。はい、でもこれはにじみなんで気にしなくていいです。こんぐらいだったら。はい、こっち側もね多少にじんでおりますね。はい、こんなのは気にしなくていいですよ。はい、これもにじみ気にしなくていい。しょうがない。はい、で一応下っ側からね足回り見れるとこ見ましょう。はい、ローアームのブッシュね、まだ黒いですね。はい、綺麗でございます。ショックアブソーバーのブッシュも綺麗ですね。
このタイロッドエンドブーツとかもね、別に問題のある感じには見えません。ロアボールジョイントのブーツも破れてません。まあこんぐらいで破れてたらね、さすがに車としてどうなんて感じなんでね、まあ、この辺は大丈夫でしょう。はい、左側もね、はい、特に問題のあるような感じには見えませんね。このブーツも大丈夫。ていうかこれスタビリンクごつくっそごついですね。スタビライザーのリンクすごい形してます。アルミの、はい、鋳物かな多分これ。左のロアアームのブッシュもまあこんぐらいのひびはねしょうがないです。まだ切れてるわけでもないんで全然問題ないでしょう。とその他ブーツ類も問題がある感じには見えませんね。OK、OK、内側も OK。 はい、ちょっと広角にしまして、エンジン下から見ていきましょう。若干の錆が見えております。こんなんはどうでもいいですね。コンプレッサーとオイルパンかなした感じで、オイル漏れの跡など一切ございません。エンジンはね、パワーステはちょっと滲んでる感じありましたけど全くないですね。はい、でそのエンジンの後ろ側についてるミッションですね。ミッションもオイル漏れの跡など一切ございません。綺麗そのものです。はい、こっち側から見ても綺麗そのものですね。はい、なんともございませんな。ミッションのオイルパンからもオイル漏れの跡など見当たりません。まあメーカー名は伏せますけどね、僕が外車ディーラーで働いてる頃なんてね、新車からオイルにじんでる車なんて大量にありましたんで、はい、とても優秀なんじゃないかなと思います。進化してんのかな。はい、でどんどん後ろに行きまして、プロペラシャフトね、はい、ちゃんと FR になっております。ゴムのダンパーも特に切れはなくいい感じです。壊れてないですね。やっぱね、年式がそこそこ新しいとオイル漏れもあんまりしてないですし、いい感じになっております。はい、でどんどん後ろに行って、まあこの辺はねマフラーぐらいしかないんで、はい、スーッと飛ばしまして、はい、でこのね、C180、C180 はですねいいんですけど、C200 とかになってくると、このセンターのタイヤのちょっと後ろ側ね、ノックセンサーっていうのが生えております。それがしょっちゅうぶっ壊れます。はい、で、センサーだけならいいんですけどね、コンピューターごとになりますんで1個、10万円ぐらいで、 V 型のエンジンが乗ってるやつはマフラーが2本ビョインビョインと出てますんで、ノックセンサー2個ついてます。片側10万になりますんで、合計20万ですね。何をやろうが壊れるもんは壊れるらしいんで、もう定期交換部品扱いですね。その出費が怖くないよって人はもうガンガンベンツ買ってもらっていいんですけど、まあ無駄な金が定期的にかかってくると、まあそれを許容できる人だけが外車に乗るべきじゃないかなと僕は思っております。でズイーンと後ろ行きまして、はい、後ろ側のダンパーですね。若干汚れてますけど特に問題はなさそうです。どんどん来まして、リアデフですね。はい、オイル漏れなどございません。ピカピカです。ドライブシャフトブーツでね、これもなんか塗料みたいなのがパリパリですけどゴム自体にひびは入っておりません。はい、グリスも漏れてなさそうです。外側見えるかなこれ。外側もねあんまり見えないんですけどグリスも飛び散ってないんでね大丈夫そうです。リアのドライブシャフトはねほとんどブーツ破けることないんですよ。ハンドルが切れないんでね、ゴムがもう一生ほぼこの形のまんま回り続けますので、ね、多少タイヤが上下してね動くことあるんですけどほとんどゴムに負担がかかりません。はい、なのでほぼ破けません。はい、左側もね、はい、ちょっとパリパリはしてるんですけど問題はなさそうです。左アウターもね全然余裕そうですね。足回り、はい、いろんなアームが伸びております。はい、各ブッシュ見た感じ全然余裕そうです。はい、外側はねタイヤ外してから見ましょうね。リアのデフマウントもガチガチでございます。この辺の作りはねやっぱ外車強そうな見た目をしておりますよ。メンバーブッシュもとんでもなくでかいで、燃料タンクがね前側についてるんですよね。リアデフより前、車両中心に近いところに重量物をちゃんと持ってきてあります。この辺は結構走りに影響してくると思うんで、まあいろいろ考えて作ってあるんでしょうというところですね。はい、一番後ろ側まで来まして、マフラー出口、はい、黒いですね。直噴エンジンはすすが出まくりますんでこうなります。まだマシな方ですけどねこれね。はい、マフラー内部こんな感じです。はい、思ったより綺麗ですね。
大体すすまみれになってるもんですけど、ベンツのエンジンは優秀らしいです。はい、ということでね、下回り通過しましたんで、次はタイヤ外して外側から足回りの方を見ていきましょう。ホイールが取れるといいですけど、ハブがへばりついてね、よく取れないやつがいるんですよ。簡単に取れますね、これは。はい、残りのホイールも外しました。はい、ホイール全部取れましたんでね、足回りの方詳しく見ていきましょう。見るっつってもね、大して見るとこないんですよ。どうせ悪くなってない。ブーツも良きでございます。と長いショックですね。乗り心地が大変良さそうでございます。純正ビルシュタインでございますね。はい、見えますかね、このスタビライザーですよ。これどっかのアームかなって思うぐらい太いんですけど、これスタビライザーですすんごい、さっきも見たと思うんですけどね、このリンクもとんでもなくごついです。こんなロールさせたくないかって感じですね。一応全体を見る感じですね。はい、アッパーアームがありまして、これナックルね、長いナックルがありまして、前から来てるアームと下から来てるアームありますんで、マルチリンク式サスペンションってことになるのかなという感じになっております。でもうね、至る所全部アルミ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 、すごいね、お金がかかっております。はい、でみんな大好きブレーキなんですけど、なんかね、やたらでかいのがついております。はい、これ対向4ポッド、4ですね。1、2、こっち側3、4個ピストンが入ってる大きいブレーキになっております。そしてこれ穴がほげまくってますね。ドリルドローターになってるんですけど、ダストで埋まっちゃってんすよ。自分から出たダストで元も子もねえなと思います。はい、これ無駄にでっかいブレーキつけて無駄に穴ほがしてね、公道じゃ何の必要もない性能を出すために無駄なことをして、さらに穴が埋まっちゃってね、はい、より無駄になってるっていうね、ちゃんちゃらおかしいですね。でこれ分かりますかね、めちゃくちゃ減ってます。で波打ってます。波です。外車のブレーキといえばこれですね。鬼のようにダストが出る。で車が汚れます。そして、ブレーキパッドだけじゃなくてローターもガンガン減っていきます。はい、余計に金がかかるってことです。ブレーキの性能だけで言ったらね、国産よりいいはずなんですけど、日本にはアウトバーンなどございませんので、全く必要のない性能となっております。ということで、この公害をまき散らすブレーキローターとパッドですね。ローターは減ってるんですけど、パッドはそんな減っておりません。はい、ですが後で交換します。はい、最後までお付き合いください。後ろ行きましょう。はい、リア側の足回りになります。ショックとバネが別体になってるタイプですね。ほとんどこんな感じだと思うんですけど、とにかくね、またショックが長いすごい長いです。でフロントと同じく純正ビルシュタインになってますね。とバネもねめちゃくちゃ長いんですよ。でローアームは大きなローアームになっております。でこのね、注目すべきは上側ですね。なんかね、アームがクロスしております。ここでね、なんかいいんでしょ、こっちの方が動きが。多分ベンツなりの考えだと思います。でこっち側にもね、トルクロッド的なのがついてる。すごい、下にもついてる。どんだけアームあんねんって感じですね。乗り心地はいいんでしょうけど、またブッシュやらなんやら、部品点数が増えまして、壊れた時により金がかかるということです。こういうところはね、全部トレードオフですんで、はい、ベンツなりの考えがあってやったことでしょう。でリアブレーキですね。はい、リアブレーキはもう前とは打って変わって片押しのワンポッドになっております。でこれね、電動パーキングブレーキのユニットが一体になって、ついております。とても邪魔でございます。大きいですね。はい、キャリパーと同じぐらい EPB のユニットが大きいです。でもちろんね、ダストわかります？これもう最悪ですよ。はい、減っちゃいないんですけど、リアも同時交換します。ダストの出ないやつにね。こんなもんかな。はい、念のためね、左側も見ていきましょう。不具合ないかね。よいしょ、リア左側ですね。来ました。はい、ショックのオイル漏れもなし、スタビリンクもね、はい、ブーツはないんで多分悪くなることほとんどないでしょう。本当はね、車下げてやんないといけないんですけど、このブッシュのガタとかも浮かして触った分にはないです。アーム類のブッシュもね、8万キロぐらいじゃダメにならないと思いますんで、ちゃんとは点検しません。でブレーキね、はい、同じです。はい、ダストまみれでございます。非常に汚らしい。残量はあるけど、ちゃんと後で交換します。はい、左フロントですね。ダストまみれでございます。減っております。なみなみです。爪が引っかかります。アーム類ね、はい、ブーツ破れなどございません。下側はね、潜った時に見ましたんで、特に何も
も言うことはありません。はい、こんなもんですかね。はい、ということでね、軽い点検はこんなところにしときまして、ブレーキを交換していきましょう。で、今回はね、ブレーキの交換がメインじゃないんで、もうパーっと終わらせちゃいます。パッドセンサーを抜きまして、はい、上下のピンを打ち抜きます。ピンが1本、下側2本目と押さえのプレートですね。よいしょ。で、ピストンが戻せましたらパッドが抜けます。よいしょ。ボルトが1本、ボルトが2本、そしたらこいつがガバッと外れます。ローターがガボン。これで分解完了ですね。見てください、この大量のダストとローターの削りカス、抹茶色でキラキラですね。はい、国産車だったら10万キロ無交換だってこうはなりませんよ。とんでもなく汚ね。これね、マジで病気になりますんで、DIY で絶対やらないでください。はい、ある程度掃除終わってこんな感じですね。このぐらいダストが溜まっております。さあ、組み付けていきましょう。お乳のパッド、はい、ブレーキパッドローター交換ですね。こんな感じです。今だいぶ適当にやりましたんで、この動画を見て自分でもやってみようとは思わないでくださいね。はい、危ないんでディーラーさんにお願いしましょう。はい、次左ですね。やっていきます。はい、ということでね、リアのブレーキ交換していきたいんですけど、診断機使って電動パーキングの解除してあげないとブレーキパッドの交換ができません。で、どうせね、診断機使うんだったら、せっかくなんでね、故障コードの方入ってないか見ていきます。はい、今読み込んでおります。故障なし、故障なし、故障なし。一応全部スキャンしていきます。今これ 18% って出てるんですけど、どんだけコンピューターついてんねんって話ですね。めちゃくちゃ時間かかりそうなんで、カット。はい、ということで全部読み込めました。故障コード入っておりませんね。全部で57個のコンピューターがついております。だいたい外車はこんな感じになっております。非常にややこしいシステムになっておりますね。ということで、故障コード確認完了しましたんで、戻りまして、お次はですね、電動パーキングの解除の方をやっていきます。取り付け位置への移動ってやつですね。これで、電動パーキングを解除します。ウィーンとね。はい、電動パーキングブレーキが完全に引っ込みましたということで、これでやっと、ブレーキパッドの交換ができます。とりあえず診断機は置いときまして、イグニッションオフですね。ブレーキパッドローターですね、交換した後に、これでまたサービスポジションから標準の位置まで戻してあげると、そういう流れになっております。やっていきましょう。はい、まずね、この金属の板みたいなやつをペイント外します。よいしょ。ブレーキキャリパーピストンをね、押し戻します。ぐいーっと。そしたらね、上下にスライドピンありますんで、緩めてブレーキキャリパーね、取り外していきます。そしたらガバッとキャリパーが外れます。全然動かないなこいつ。とりあえずパッド取りまして、これね、キャリパーサポートも外します。ネジが2本外れましたら、キャリパーサポートも外れます。すごいねこれ。フロントと同じくディスクを止めてるボルトを外したら、ローターも外れます。リアの方もね、これで一旦お掃除してから、あとは逆順で組み付けていくだけですね。キャリパーの方も軽く、うわー、すごいすごい。グリスをべちょーんと塗って、左側は OK ですね。次右側行きましょう。
はい、右も完了です。キャリパーの外側はね、次回洗車する動画の時にがっつり洗いますんで、今回はこのままいきます。ホイールもね、外した状態で今洗った方がいいんですけど、それは洗車動画のために撮っておきます。はい、ということでね、診断機使いまして、この EPB をね、サービスポジションから、標準の状態まで戻していきます。見えたかな今。中のね、パッドがグニューって動いたの。これで標準の位置まで戻りました。この診断機の出番はもう終了でございます。はい、ブレーキフルードの量もね、ちゃんと入ってますんで、もうこのまま戻しちゃいます。OK。はい、タイヤをつけました。アンダーカバーもつけました。はい、あまりにも汚れちゃったんで着替えてきました。今からね、この塗料が乗りまくってるブレーキディスクと、ブレーキパッドね、一旦焼いて慣らしてきます。はい、いい感じにね、銀色の塗装が剥げて金属の字が出てきました。はい、リアもいい感じでございます。はい、だいぶ強く削ったんでね、ちょっと焼けたみたいな色になってますけど、はい、これ走ってたら馴染みます。ということでね、ブレーキの交換作業これで完了です。はい、ブレーキの交換とブレーキ焼きまで完了いたしました。今回使った部品なんですけど、フロントのローターパッドセット、左右セットですね。で、一応42,000円ぐらいになっております。リアも同じく42,000円ぐらいですね。普段使ってるメーカーのね、リアのローターが見つからなかったんで、今回ブレンボにしました。そしたらフロントもリアもね、変わんないぐらいの値段になっちゃったんですけど、それでもね、純正よりかはだいぶ安く上がったと思います。おそらくね、ディーラーさんで純正部品交換したら、部品代と工賃込みで多分20万ぐらい取られると思いますんでね。で、たまにですね、社外のパーツを使うと、いちいち文句を言ってくる方がいらっしゃるんですけど、そういう方はね、どうぞ純正部品をこれからも使ってください。僕はね、ただ部品を交換しただけでございます。この動画を見てらっしゃるね、いろんな方にね、おすすめしてるわけでもありませんし、あなたに社外部品を付けさせようともしておりません。他人の車のことなんかね、どうか放っておいてください。と、一応ですね、さっきちょっと乗ってきましたんで、投稿した感じのね、レビューというか、なんというかをちょっとお話ししておきますと、ブレーキのね、タッチやら利きやらも含め、一切問題ございません。普通に走ります。言うてね、下回り見て何も問題なかったのにね、乗ってみてから問題がある方がおかしいんですけど、僕はね、特に何の感想も抱きませんでした。はい。普通のブレーキと普通の車でございます。と、追加情報といたしましては、僕ですね、知り合いに、現在ね、メルセデスのディーラーに勤めてらっしゃる方がいるんですけど、その人に聞いた話だと、この W205 ですね、先ほど動画内でも触れた NOx センサーとエアサス車の場合はエアサスのコンプレッサーがねよく壊れるらしいです。その他はあんまり故障するイメージないかなって話だったんで、C200 とねこの C180 どっちにしようかなって迷ってる方は、コイルスプリングのね C180 を買った方が急な出費は少なくて済むんじゃないかなといったところでございます。で、今回紹介したねギリ100万円台のベンツなんですけど、割とね街中でも見ますし、見た目もね現行とほとんど変わんないんで買おうかなって思ってる人も結構いると思います。そういう人たちのためになるね動画を作りたくて今回買ってきました。正直ね10万のベンツとか40万のベンツとか新車価格1000万だった車が50万とか100万で今買えますよみたいな動画ってみんなやってても飽きたでしょ。そんなもん動画見たって誰も買わないじゃないですか。はっきり言って何の参考にもなってないと思います。見てる方はね面白いかもしれないですけど、ゴミ買ってきてはいゴミですってそれ当たり前やろと誰のためにもなってないですし、車関係の情報としてあんまり必要ないものなんですよね。この際ぶっちゃけますけど、僕が今まで整備してきた車たち誰も乗ってないですから、実際乗る理由がないんですよね。普段乗ってるねアルトの方が燃費快適ですもん。
当たり前ですよね。でそういった理由からね、今回はね普段使いできそうな車を買ってきました。こっちの方がためになるでしょう皆さんね。実際にベンツを買おうとしてる人、 C180 か200で迷ってる人、そういったねこれからちゃんと行動しようとしてる人たちのためになった方が動画としてのね価値があるんじゃないかと思います。そしてね実際にねこういう普段使いできそうな車を買ってきて YouTube で紹介してるのって大体素人さんなんですよ。それってねその人が買ってきたその個体の状況しかわからないですし、素人が乗った感想とかねいろいろ喋ってもね信憑性に欠けるというか、それこそ参考にならないっていうかね、情報として価値のあるものとは言い難いんじゃないかなと。実際にね再生数がね全てを物語ってるんですね。だからこそ奇をてらったねわけわからん激安中古車じゃなくて、実際に乗ってる人がいて実際に買おうとしてる人がいる車をね、軽自動車から輸入車、果てには大型トラックまで、整備経験のあるこの僕がですねしっかりと紹介する、そんな動画をねこれからは作っていきたいなと思っております。なんやこいつ生きがりやがってと思った方はねぜひ低評価を教えてください。構いませんのでね、面白えなこいつと思った方はねぜひ高評価を教えてください。ということでね、今回の動画はここまで。チャンネル登録もお忘れなく。次回はこのベンツをピッカピカにします。ありがとうございました。